株式投資のプロの3人に2人が猫に負けてる。ニュース番組が猫にダーツで銘柄を選ばせたら、プロの運用チームより高いリターンを出した。実は、そんなことあるんですか？笑い話に見えるけど、57年前の論文がこうなると証明してた。今日はその話をする。1960年代のアメリカ。投資信託がどんどん人気になってた。でも、投資信託のマネージャーが本当に腕がいいのか、ちゃんと測る方法がなかった。成績表がなかったんですか？成績表はあったんだけど、ファンド A とファンド B どっちが上かしかわからなかった。でも本当に知りたいのは、ファンド A はそもそもプロとしてプラスの仕事をしたのか、でしょ？テストで言うと、クラス内の順位だけ見てたけど、そもそも全員赤点だったかもしれないってこと？そう。だからジェンセンは絶対的な成績表を作った。それが今も使われてるジェンセンズアルファという指標。ジェンセンズアルファの考え方はシンプル。ファンドのリターンからリスクの分だけ当然もらえるはずのリターンを引く。残ったものがプロの腕前。もうちょっとわかりやすくお願いします。例えば、バスケの試合で考えて、身長2メートルの選手が20点取った。身長160センチの選手も20点取った。同じ20点でも、すごいのはどっち？ 160センチの方ですよね。体格のハンデがあるのに同じ点数だから。そう。投資も同じで、リスクを多く取れば普通にリターンは高くなる。だから、リスクの差を差し引いて、純粋な腕前だけ測ろうというのがアルファ。アルファがプラスなら腕がいい。マイナスなら、適当に選んだ方がマシだったってこと？ジェンセンは115本のファンドを、1945年から1964年まで最大20年分のデータで分析した。結果がこれ。手数料を引いた後の成績。平均アルファはマイナス 1.1%。66% のファンドがマイナス。プロの投資家がランダムに株を選んで放置するだけの戦略に負けてる。でも、34% はプラスだったんですよね。その人たちは本当に腕がいいんじゃ？いい質問。統計的にまぐれじゃないと言えるファンドは、115本中たったの3本だけ。3本 2.6%。しかも、115本もあれば偶然だけで5、6本は統計的に良い成績が出る。3本はそれ以下。つまり、本物の腕前の証拠は見つからなかった。この結果を裏付ける面白いエピソードがある。2007年、あのウォーレン・バフェットが100万ドルをかけた。バフェットがかけ？何に？ S&P500 のインデックスファンドがヘッジファンドの組み合わせ20年で勝つと、結果はインデックスが年 7.1%、ヘッジファンドが年 2.2%。圧勝。世界トップレベルのヘッジファンドでも負けるんですか？なぜプロでも勝てないのか。理由は大きく3つ。1つ目、手数料。ジェンセンのデータでは、手数料を引く前でも平均アルファはマイナス 0.4%。つまりプロの取引は手数料をかける価値すらなかった。手数料を引く前から負けてるんですか？ 2つ目、市場の効率性。プロ野球で4割バッターがいなくなったのと同じ理屈。全員がプロとして競争すると、誰も飛び抜けられない。レベルが上がるほど差がつかなくなるってことですね。3つ目が、最初に言った猫の話。あれは実際に2013年、イギリスのザ・オブザーバー氏が本当にやった実験なんだ。最初の話の猫ですよね。本当にやったんですか？ザ・オブザーバー氏のオーランドという猫。実は、ランダムに選んでも勝てるっていうジェンセンの結論を猫が証明してしまった。それは昔のアメリカの話でしょと思うかもしれない。じゃあ最新のデータを見てみよう。アメリカでは20年間でアクティブファンドの 94% がインデックスに負けてる。94%。日本はもっと深刻かもしれない。日本のアクティブファンドは15年後に半分以上が消滅してる。生存率 46%。消滅って、そのファンドに入れてたお金は？別のファンドに統合されたり、繰り上げ償還されたりする。
成績が悪いから消えるんだけど、消えたファンドは負け率の統計にも入らない。つまり実際はもっと悪い。一方で、日本の個人投資家はもうこの事実に気づき始めてる。どういうことですか？ EMAXIS SLIM 全世界株式、通称オルカン。一本で世界中の株に投資できるインデックスファンド。この純資産が今年ついに10兆円を突破した。10兆円。しかも手数料は年 0.058%。アクティブファンドの平均が年 1% 前後だから、約17分の1以下。ジェンセンが1968年に証明したプロでも市場に勝てないを日本の個人投資家が正しく理解して行動した結果がこの数字。まとめよう。ジェンセンが1968年に発表したこの論文は投資の世界を根本から変えた。1976年にジョン・ボーグルが作った世界初のインデックスファンドはボーグルの愚行と笑われた。調達額はたった1100万ドル。それが50年後19兆ドル産業になった。笑われたアイデアが世界を変えたんですね。投資で大事なのは、すごいプロを見つけることじゃない。市場全体を低コストで持ち続けること。58年前の論文が、今も正しいことを証明し続けてる。次回も論文データで、みんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあまたね。